具材もシンプルだし、食べ飽きない味に。この店をもう一個下の世代までつなげれるように守っていきたいな。冷麺のネギやったりとか、ネギラーメンのネギでラーメンにのせるネギは、青ネギはまたちょっとちゃう。まかないからできた冷麺なんですけど、僕がネギ好きで食べてたらお客さんがそれ作ってって言われて、それがこの時期はすごい人気なんやけど、今日は雨やからどうやろうね。年寄りから若い子までおるから、こってりすぎたらお年寄りの人が食べれんなるし、いろんな意見聞きながらちっちゃい子も食べれるように。1日で多い時で何キロ分ぐらいの30キロぐらいだね、鶏ガラ。鶏ガラだけで30キロ。そうです。豚ガラと5、60キロあるんかな。こちらは何肉？豚の肩ロース。チャーシュー2種類作ってて、昔はこっちのチャーシューだけやったけど、豚バラのチャーシューが一時時代で流行って、親父らの時代にね、何十年とチャーシュー麺を食べに来るおっちゃんがおって、このおっちゃんにどっちがいいって言ったらこっちがいいって言うから、今もなお2種類作っているっていう。チャーシュー麺の肩ロースの方焼いて醤油だれにつけて2日ぐらい寝かした状態ですかね。太いんでね、染み込むまでにちょっと時間がかかる。冷麺もこっちのチャーシュー。もともとは別の店名でお店をされてたんですか？そう姉の親がね、ドライブインをやってましてね、私らは関東におったんやけど、神奈川県に体調悪くて帰ってきたらちょっと手伝わんかいうことで手伝い始めたのがきっかけなんです。それは定食屋さんみたいな感じですか？これから四国のこの道らも全部ようなって今時代に入るだろうにドライブインを始めたんですね。60年ぐらい前かなやってましたね。私来た時にね、子供2人連れて帰ってきてますからね。2階で住んで子育てしながら。場所はずっと変わらず。場所はこの逆なんです。駐車場が今あるでしょ。あそこに店があって、こっちは駐車場あった。現在あるとこは駐車場でね、新しい店建てるためにこっち移動した。名前がトンタロウなんです。チェーン店のね、私土建業の仕事を手伝いに行って、この間に人からトンタロウやというとこラーメンやけどやらないかと言われて、恥じたからやってみようかなってな感じで、ほいでこの子は調理師になる言うて専門学校まで行って調理師の道を歩んで7、8年経って帰ってきたんです。帰ってきた時点で単独でこの子が将来やってみるやろうというので名前変えたんです。トンタロウをやめて
メニューとかも結構変わったんですか？この子は今まで修行できたプリンスホテルとか、この子主体のメニューに代わり店舗もこの厨房も全部やり替えて、この子はやりやすいようにした。ね、もうずっと作ってもらってる地元のコシヒカリでね。こちらの隣のスープは完成したもの。こってりしすぎないように鶏ガラベースのスープで2日目の豚骨のしっかりした味の方を合わせていく。使ってって減ってきたらまたこう沸かしてて豚骨がもっと出てくるけにずっと一定の味をキープできるっていうイメージ。こんなん食べたいな、あんなん食べたいなっていうこの何もない時代からの人やから、このよく言うかな、これはすごい。お店のメニューでホルモンの煮込みっていうのがあるんで、これはこの人がマグロ船乗れた時代から横浜であったこの煮込みを食べたくて作ったこれが結構今でもうちでは大好きで来てくれる人が多い。もともとお父さんは神奈川で船乗りしてるんだからね。漁がメインですか？そうそう。何年ぐらいされてたんですか？10年ぐらいじゃないですか。これで体壊してね、まあだからこういう飲食やいうのに携わりやで、こんなん全く思うことなかったからね。じゃあ当然体壊されなかったら船乗り続けてます。子供が小さかったからね、急性腎炎になってね、どうしようもなくて熱が高くて、これで寝込んどるところに向いて女房の親が来たんです。ほいで帰ってこないかいうことになって、養生生ね、そこから飲食が始まった。これまだブロッコリー湯がいて入れるんやけどな。こっちが子供よ。もう2年生になるんやけど、女の子が私はトンファンする言うてな、休みになったらお手伝いに来る。大きなったらどないになるか分からんけどな。ドライブインから行った4世代やね。これナルトのわかめね。やっぱり一番美味しいね、ナルトのわかめが。
しい。このチャーハンが好きでプレゼントを食べに来ました。そうに見えるけどしつこくないし、具材もシンプルだし、食べ飽きない味に。こじゃれたところもいいんでしょうけど、こういう昔ながらの中華料理屋さんは好きです。すみません。ランチでランチと醤油で煮込み、野菜、骨なしにチャーシュー麺3、焼き飯、餃子2です。野菜ラーメンとチャーシューラーメンが美味しいです。ソカツラーメンで
から専門学校1年行って大阪のホテルに3年くらいおって徳島プリンスに帰ってきて4年ぐらい専門学校の時も徳島プリンスでアルバイトラーメン屋さん兵庫県こっちで作れたらなと思って一番最初行ったところは日本で初めて中華料理の刺身の前菜で中華料理を作った店やって広東料理っぽい感じだったんで全く違うなと思ってホテルに帰ってこのオーソドックスな中華料理っていうのを教えてもらって覚えてほんで帰ってきたから手羽元も時期によるのか季節によるのか大きいのと小さいの小さい場合はあんまり一味を入れずにと今度は辛みばっかりになってくるだからこの加減さえ大きいのはね少々肉がついてるから一味を多いめの方が美味しいかなと思ったりもするんだけど音らしくお店にはよく来られるんですか？初めてです。聞いてきていただきました。美味しいんで。
げとかでも子供でも食べれるような唐揚げと普通の人がお酒のあてにとかっていう食べれる唐揚げと作り分けてたりソースやったりいろんなもんでもともと薄味で作ったんやけども大人でもこうご飯食べたくなるぐらいのソースを考えたりプラスアルファのことを考えていろんな人が食べれるようにっていうのはイメージして昔のから来てくれる人もまあ大事に新しくも大事にっていう。醤油味噌です。味噌チャーシューと焼き飯、煮込みに小籠包、手羽先餃子です。やっぱ油が落ちててね、一日でもせなんだらもうこれいいなって。半ちゃんラーメンはどういったものだったんですか40年前は今の形なんやけど、サーファーの子やったりいろんな人に話聞いてたら、焼肉が一人前でラーメンがちょっと小さめの方がいいっていう人が多かったんで、30年ぐらいはこの形でやってる。お米が少なくなって大丈夫やとは思うけどちょっと足らんようになった時困るからっていうんで、本当の半ちゃんラーメン定食にスープじゃなくてラーメンそれも昔から昔はもっと大きかったんやけど、ここ20年ぐらいでどんどんこうラーメンが小さくなったりして、できる限り安くお腹いっぱいっていうのが親父らのコンセプトなんで。
夢は大きくしていきたいな、いろんなところで食べれるようにしていきたいなとは思うんですけど、それよりも現実的にこの店をもう一個下の世代までつなげれるように守っていきたいな。今日はありがとうございました。こちらこそありがとう。